第20回日本 SF 大会大根3というそういうイベントの企画がありまして、それのオープニングアニメーションをやらないかと。でパワードスーツとかいろいろ出てくるんだけど、そういうものをちょっとやってみないかと。で僕はどっちでもよかったんですけど、山田君が大乗り気でとにかくやろうと。でみんなセルアニメーションっていうのを知らなくて、スタッフの中でとにかくセルアニメーションのセルというのを見たことがあるのは2人しかいないと。でそういう中で赤井と2人で作画やってたんですけど、それが出まして、ギリギリ当日納品で大会に間に合ったんですけど、で大会にスタジオネの宮武さんと川森氏が来てまして、当時某特撮フィルムをやってたんですけど、それがあってそっちの方はなかなか参加できなかったんですよ。山賀だけ先に行っちゃったんですけど、これも次の年に大根4という SF 大会がありまして、それのオープニングアニメを作らなきゃいけない。で今までのやり方だとみんな知らないししんどいから、ちょっとこれはプロのやり方を見てこようと。プロの人たちは一体どういうふうにアニメーションを作っているのか、これは一度勉強してみる価値があると。そういうのもあって、某特撮番組のフィルムが、特撮映画のフィルムが一段落できた時にマクロスのテレビシリーズをやりに行ったんです。行って伊丹さんの下でやってたんですけど、もう行ってびっくりしたのが、プロのアニメーションというのはどうしてこんなにいい加減なんだろう。当時はまだ見学だったんですよ。一体どういう風にやってるのかなっていうんで遊びに行ったら、伊丹さんがやってきてカットを積んで、このカット袋どれを抜いてもいいからとにかく直してくれと。それで聞いて作家をやってたで。だから動画の経験っていうのが全然なくて、今でも汚い線でやってますけど、変な言い方ですけどメカ班っていうのに回されまして、でそこで伊丹さんの下で3ヶ月マクロスのテレビシリーズでやってました。でそれも途中で抜けて大根の方のオープニングアニメがあったんで、それでまた大阪の方に戻りまして、でそのいい加減になったプロの経験を生かして大根の方のオープニングアニメを作ってたわけです。世界が燃えちまうわけだぜ。知らませんか。万歳。投げ払え。落ちた化け物、さっさと撃たんか。最初はもっとしんどかったんですけど、クシャナは戦車でやってくるんじゃなくって、一緒に並行して歩いていくと。で歩いてる脇に溶けた皮膚なんかがボタボタクシャナの前に落ちながら一緒に歩いていって、オウムと巨神兵が直に戦うようなところもあったんですけど、で巨神兵の最後の一発もああいうしょぼい形じゃなくって、首をこう振りながら天に向かって撃つような。でその後ほとんど立ちポーズのまま崩れていくような、そういう絵コンテだったんですけど、お互いに手が遅くて、宮崎さんのコンテが上がるのも僕の原画が上がるのも両方とも遅かったんで、だんだん規模縮小されていきまして、で最終的には今のような形にフィルムになったような形になっちゃったんです。こいつまともに動けよ。前へ出たか。早く出てこい。
安野君は僕のスタッフというのもなんですけど、僕の知り合いのスタッフの中で一番信頼に足る人であります。これはなぜかと言いますと、変わってる人なんですよ。やれないことがやたら多いんです。できないことが本当に多いんですよ。その代わりにできることというのがもう完璧なんですよ、これは。その分だけだから、できないことは頼まないと、できることは頼むと。このできることを頼む時点では完璧というところで、もう本当に信頼に足る人であると、こう言えると思います。そうですね。安野君はよく僕たち例えに使うんですけども、核兵器みたいな人で、使い方を間違えると、味方の陣地にまで放射能が来るというんですけれども、使う場所でこのすごくいい使い方をすると一発で終戦になんというかアニメーションの拡大しきった戦線を集結してですね、素晴らしい戦争の終わり方を一発の光とともに、もたらしてくれるという神様のような人ですね。以上。とにかく印象を大切にしようという第一印象、それも僕が受けた第一印象という、フィルムであれ実物であれ飛行機はこんなもんだという、煙はこういうもんだ、ロケットはこういうもんだという第一印象というのをそのままフィルムに出すように心がけようと、それをやりました。だからいわゆるアニメーションの記号的なデフォルメじゃなくって、もっと実物を大切にしたデフォルメという、自分なりの解釈するやつですね。タイミングを早くして迫力を出したり、あと妙に漫画チックな映像というのも避けました。とにかく実物に近いようにしようという。だから実際アメリカ組んだりまで行ってシャトルの打ち上げを見てきたり、あと自衛隊の演習とか、あと体験入隊もしまして、戦車や実際の飛んでる飛行機なんかも見たり触ったりしてくると、戦争の描写だけどうしても戦争するわけにもいかないし、ちょっと行ってくるのもあれだったんで、戦争のシーンというイメージだけは実際に出てる文献の本とか、あと戦記物の文章とか、あと実際にある記録フィルムとか、そういうのを参考にします。